皆さんこんにちは、渡旅です。今回は冬の風情を楽しむために雪の積もっている地域に向かいます。ここ最近は晴れの日が続く天気予報で雪があるのか心配です。今回は東京から車で4時間の場所にある福島県の西部会津若松市を目指し、会津若松市の中心地からわずか10分程度の場所にある東山温泉に向かいます。今から向かう旅館では毎年雪のイベントがあるそうなんですが、1週間前に旅館に電話すると雪が全く積もってなくて、イベントもまだできてない状態だそうです。3日前からやっと降り始めたそうで、今回どうなるか分かりませんが、雪が積もっていることを願います。向いてるからじゃん。よし、じゃあここ止めようか。今回はですね、スバルさんからこちらのフォレスター STI スポーツというお車をお借りしましたので、少しだけご紹介したいと思います。雪道に強いということで、この車で向かいたいと思うのですが、落ち着きのあるボディデザインに重厚感のある見た目で、スバル独自の安全システムアイサイトを搭載した SUV です。もう見た目から山道や雪道をガンガン走りそうですね。タイヤも18インチあってめちゃくちゃ大きいです。そして内装がですね、めっちゃ渋いんです。ブラックで引き締まったこの上質感に大人のスポーティーさがあります。シートなんですが、こちらナッパレザーの本革シートで、東京からここまで走ってきて感じたのが座り心地がめちゃくちゃいいです。この運転席周りと座った瞬間にわかる極上のコックピット感、これは男心をくすぐられます。で、走行した感じなんですけども、アクセルペダルを踏み込んだ時の加速感がめっちゃ滑らかで全然揺れません。普段ハイエースを乗ってるからかもしれませんが、逆に違和感があるくらい滑らかな加速と乗り心地です。カーブも横揺れが少なくて、ハンドリングも滑らかで、今スタッドレスタイヤを履いてるんですが、ロードノイズもめちゃくちゃ少ないです。こちら X モードっていう機能なんですけど、こちらはですね、路面状況に応じて、モードを選択するだけで四駆の駆動力とかブレーキなどをコントロールして悪路からの脱出をサポートしてくれる機能です。ないとは思いますけども、雪道など、滑りやすい路面でタイヤがスリップしてしまうときにこの機能を使うと脱出をサポートしてくれます。後部座席もですね、むちゃくちゃ広い空間になってます。この座ってみても圧迫感のないこの余裕なぐらいのスペースがあります。空調管理と USB を使うことができます。このね、ハンドルの右手のこちらにあるこのボタンですね、こちらステアリングヒーターといって、このボタンを押すと30秒ぐらいでこの持ち手の部分があったかくなります。もうあったかくなってきましたね。すごいですね。こんな機能があるんですね。後ろはこんな感じでむちゃくちゃ広々とした空間となってます。今荷物を置いてしまってるんですけど、このキャリーケース M サイズと同じぐらいの、大きさのコンテナが今置いてあるんですけど、それでも全然余裕があります。なのでこのキャリーケースを立てておくと7個ぐらいは置けそうな空間ですね。普段使いからレジャーまで幅広く使える車ですね。
ほら雪がありますね。降ったっていうよりは雪が残ってるっていう感じで、当分降ってなさそうな感じやね。さっきまで8度あったのに3度まで下がりました。あ、雪に変わったな。雨からそうや道路は50キロ規制に変わりました。うわ、真っ白や。今のところなんかタイヤが滑るとか、そういう感じはないかな。覚えてる覚えてる。これまっすぐ行ったらもう作っちゃうかったかな。そうやで。なあ、なの。思い出した。こんな道やった。よし、到着です。このイヤホンです。これ、向かい滝。止めると、よいしょ。車止めるかな。これを右かな。よいしょ。よっしゃ、到着です。
旅館は古き良き雰囲気が漂う和空間です。玄関を抜けるとすぐ右手には売店があり、向滝限定のお酒や土人形など他では手に入らないものが並んでいます。斜面に立つ旅館なので、館内は迷路のような構造になっています。売店の先には地下へと続く階段がありますが、下は1階にあたるようです。客室は24室あって、すべて文化財です。大きなリノベーションなどなく、あまり手も加えられていない数少ない宿で、まるでタイムスリップしたかのような感覚と、この日本建築の美しさが旅館風情を作り出しています。この中庭で雪見ろうそくというイベントが開催されます。この階段の先にあるのが今回泊まる菊というお部屋になります。こちらが旅館の案内図になるんですが、この旅館自体が斜面に建てられているため、すごく複雑な作りとなっています。なんかね、もうどこが1階でどこが2階、どこが3階かっていうのがね、ごめんなさい、分かってないんですけど、今回泊まる部屋がこの菊というお部屋になります。ここに来るまでも階段が多くて大変にはなりますけど、景色のいいお部屋になってます。一番いいお部屋がこの離れになるんですけど、埋まってましたんで予約することができませんでした。5つの温泉が楽しむことができます。玄関から入って階段を下ったらすぐに狐湯っていう温泉があります。この旅館で一番熱い源泉になります。確か45度ぐらいとおっしゃってました。で、さらに進むと猿の湯っていうのがあります。こちらは43度ぐらいの泉温となってます。そして貸切風呂が3つあります。今から雪見ろうそくが始まるそうなんですが、大広間という場所が気になるので行ってみます。天井は再現不可能と言われている会津切の柾目一枚板を使用した合天井。合天井とは合縁を格子に組み、正方形の鏡板をはめ込んだ天井で、寺や城でよく使われてますが、旅館建築では皇族が宿泊する部屋や大広間でよく見かけます。右側にある書は松方正義の書で、その向かいには犬飼剛の書があります。お願いします。
お盆の真ん中にございます食前酒でございますが、こちら中井滝のお酒、美酒加工の甘酒をご用意いたしました。そして右隣にございます赤い小さな器が会津の郷土料理、ニシンの山椒漬けでございます。奥にございますお刺身が鯉のお刺身でございます。右手にございますお醤油、お刺身に直接かけてお召し上がりくださいませ。そしてこちら二物が中井滝の名物、鯉の旨煮でございます。こちらかなりボリュームございますので、お持ち帰りできるように真空包装してお渡しすることも可能でございます。お召し上がり前でもお召し上がり途中でもどちらでも可能ですので、ご希望でしたらお声掛けくださいませ。はい、この鯉むちゃくちゃ大きいです。手ぐらいの大きさがあります。左手お鍋でございますが、こちら会津の地鶏を使った雪見鍋をご用意いたしました。お時間火をつけてから20分ほどかかりまして、目安火が消えた頃が食べ頃でございます。ただいま火はお付けしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。
具合。うん。黒のおー、できてる。こちら中にオータムポエムというお野菜を上に乗せております。ごめんなさい。なんですか？オータムポエムというオータムポイム。ポエムというポエムはい、お野菜でございます。聞いたことないね。こちらが押し麦のお料理、ゴンボ湯でございます。この白い器の中に味噌だれが入っておりますので、揚げたごぼうを中に入れて浸してお召し上がり。これをうん、あ、こうかな。こうやって浸すの？食べてみよう。美味しい。ちょっとごぼう好きな人は癖になるかも。うん。全部入れよう。古い旅館ってさ、こういう濃い料理って結構出てくるよね。意外と癖がないよね。全部卵です。濃いの。なんかボータラの煮付け、ボータラの煮付けみたいな味。なんか濃いってちょっと抵抗あるけどさ、これを濃いって言われんと食べたら全然多分食べるで。これ魚の煮付けやでって言って出されたらさ、濃いが嫌いな人とか嫌な人でも多分知らんと食べる。知らんと食べると思う。それぐらい癖も何もない。福島酵母和牛の姫ステーキ。姫ステーキ。姫ステーキ。おー、お上品。もうちょっと欲しかったな。まだ湯気出てる。うわ、うまっ。柔らかくて美味しい。というお芋の揚げ物でございます。頭芋。頭芋。こちらお味噌汁がけんちん汁でございます。里芋の裏芋にあたるお芋の頭芋でございます。頭芋。美味しい。
ほうれん草のおひたしと松前漬けですね。筑前煮、紅鮭のせいろ蒸しです。向滝の温泉卵、手作りの佃煮2種類、お漬物ですね。これがなめこの味噌汁、田舎味噌仕立て、会津のコシヒカリ。ね、チェックアウトします。一晩で積もったね。
汁と同じおつゆで出てきますので。大根おろし。おいしい。今回はスバルさんのフォレスター STI スポーツに乗って福島県の東山温泉を楽しんできましたが、いかがだったでしょうか。今回の旅はこれにて終了です。興味がある方はぜひ試乗してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。